両面宿儺。両面宿儺という名前を聞いたことがありますか？日本の漫画やアニメに登場することが多いこの両面宿儺とは何者でしょうか。720年に完成した日本で一番古い正史「日本書紀」に宿儺についての記録があります。この時代はまだひらがなもカタカナもありませんから、全部漢字でこう書かれています。仁徳天皇時代の65年目、飛騨の国に宿儺という人がいた。一つの胴体に二つの顔があった。それぞれに二つずつ腕と足があって、四つの腕で二つの弓矢を使った。動きが速くて強かった。宿儺は天皇に従わないで、人々から物を盗んで楽しんでいた。それで天皇は兵を送って彼を殺した。両面は顔が二つあるという意味です。ヒンズー教の影響が強い仏教では、異常に強かったり、同時にいろいろなことができたりする存在を、たくさんの顔や手足で表現することがよくあります。宿儺は異常に強かったので、顔や手足が多い姿で描かれたのかもしれません。あるいは実際に顔や手足が多い奇形児だったのかもしれません。本当のことは誰もわかりません。ただ、当時の大和政権にとって不都合な存在だったことは確かでしょう。一方、飛騨地方には別の伝説が残っています。仁徳天皇の時代、宿儺という人が洞窟に住んでいました。顔が2つ、腕と足が4つずつという姿は、観音菩薩のように尊いものだと考えられました。こちらでは、宿儺は寺を建てたり、毒竜から人々を守ったりした英雄として描かれています。これが漢字で書く両面宿儺の話です。カタカナの両面宿儺には別の話があります。2005年頃ネット上に登場して新しい都市伝説になったものです。ここからは怖い話になります。嫌いな人は見ないでください。岩手県のある寺を解体しているとき、古い箱が発見されました。2メートルぐらいの棺のような長い箱で、古い文字が書かれた紙が貼ってありました。何かわからないので、担当者が寺の住職に電話すると、絶対に開けてはいけないと言われました。しかし、次の日、中国人のアルバイト2人がその箱を開けてしまいました。中には奇妙なミイラが入っていました。そのミイラは頭が2つ、腕が4つありました。2人の中国人は日本語が上手でしたが、その時は何を聞いても答えませんでした。寺の住職とその息子が車で到着しました。住職は大きい声で言いました。開けたのか、バカが。終わりだ。そして息子を叱りました。お前、両面宿儺様をあの時京都の寺に絶対送ると言ったのに送らなかったのか。住職は今度は解体作業員たちを見て言いました。開けたのは誰だ。病院へ行った。
その人たちはもう手遅れだと思うが、あなたたちはお祓いしてあげましょう。それから住職は30分ぐらいかけてそこにいた作業員たち全員をお祓いしました。お祓いが終わると住職はミイラが入った木箱を自分の車に乗せました。そしてかわいそうだけど、あなたたちも長生きできないよ、と言って去りました。その後、箱を開けた中国人の一人は心筋梗塞で亡くなりました。もう一人は精神病院に入院しました。他の作業員も3人が高熱で寝込みました。この話をネット上に書き込んだ人も大怪我をしました。後日、住職の息子が電話で語った話によると、そのミイラの由来は次のようなものでした。大正時代、あるカルト教団の教祖が奇形児をたくさん飼って人間で孤独を行いました。孤独とは中国から伝わった呪いの方法です。まず、人間にとって良くない虫や動物を集めて箱や壺などに閉じ込めます。中の生き物たちは生き残るために共食いを始めます。最後まで生き残った者に強力な呪力が宿ると考えて、それを呪術に使うのです。つまり、そのカルト教団の教祖は、奇形児を集めて密室に閉じ込めて、共食いをさせたというのです。その教祖は、最後に残った頭が2つ、腕が4つあるものを即身仏にしました。即身仏とは、僧が人々を救うために肉体を持ったまま仏になることです。明治以前の日本では、たくさんの僧が自分の意志で食べたり飲んだりすることをやめて、お経を読んだり、瞑想したりしながら即身仏になりました。日本仏教以外の考え方で見れば、僧のミイラだと思っていいでしょう。そのカルト教団の教祖は、孤独で生き残った奇形児を餓死させて、ミイラにして、教団の本尊、つまり信仰の対象にしたのです。住職と息子は、そのミイラを便宜上、両面宿儺と呼んでいました。大正時代は、火山の噴火、大地震、大火災、炭鉱の爆発や列車事故など、悲惨な出来事がたくさんありました。その多くは、この両面宿儺が持ち込まれた場所で起きたのだと、住職の息子は語りました。大正12年、そのカルト教団の教祖は、相模湾の近くで日本を呪いながら自殺しました。その直後、関東大震災が起こったと息子は言いました。その後、誰が運んだのかはわかりませんが、両面宿儺は岩手県のその寺へ持ち込まれたのです。そして、息子がこの話をしたとき、両面宿儺と住職は、すでに行方不明になっていました。両面宿儺がどこへ行ったか、誰も知りません。この話、あなたは
信じますか？